what you need and what you want are always different depending on the people. And Yasuo-san says what you need indicates what you have now. What do you mean by that? Let's figure it out. こんにちは。ライフソウルデザイナーやすよです。今日も純子とお届けしたいと思います。今日のトピックは、What your need? 私は何が必要ですかっていうテーマに基づいてお話ししていこうと思います。はい。純子さん何が必要ですか？突然ですが。ニードは何かと聞かれたら、必要なのは、生活していけるお金稼ぐこととか、アパート代はね、必要みたいな。アパート代があるからそこに住み続けることができるとかね。そうだよね。だから普通にその何が必要ですかって言われた時に、多分純子さんのその出した今答えみたいなものを選ぶ方が多いと思うんですね。ただ今日はちょっとその考え方を、変えてみようっていうお話をしたいと思いますと。で、私たちが必要なものって生きていく上に、自然っていう風な状態で考えると、生きていくために整っているものはもうすべて与えられていて、例えば空気とか、水とか、生きていく条件は整ってるんですよね、すでに。だから本能レベルではもう十分にその生きていけるっていうだけの必要はもともと与えられているところにまず私たちはいるんだけど、でもその頭ではいやでも生きていくにはやっぱりお金が必要でとか、生きていくためには仕事が必要でとか、生きていくためには、住まいが必要でっていうふうに頭はすごい考えて、そのためにどうしたらいいかっていうそのニードを探すっていうのが普通の人っていうか、通常そんな風に、そんな風に考えるけど、その考えのままずっといるとウォントに届かないんですよね。ニードがウォントを抑えるって言い方をすればいいのかな。ニードをちゃんとしないといけないから、それをやってからウォントに行こうって思っちゃう。まずニードを満たしてから、だからウォントはいっぱいあるんだけど我慢して先にニードをやらなければならないって人間は思っちゃうんだよね。なのでいつまでたってもその自分のウォントはいつかできたらいいなとか、お金が貯まったらそのウォントやりたいなとか、ニードが十分整ってからウォントに行こうみたいな感じになっちゃうので、なのでどんなにウォントを求めてもなかなかそこにたどり着けないっていう、そのニードがすごい強いんです。なるほど。そう。ニードは基準を変えていけばいいということですかね。ニードがもしその自分の設定の中でなんかハフトゥーみたいになってたら、何々しなければならない、これが必要なのでっていう風になってると、結構そこで制限がすごいかかるよね。かかる。でもニードは本当はハフトゥーじゃない設定にすれば必要なのだからすぐ与えられるっていう状態になるんですよね。ちょっと難しいかな。ニード必要と思ったものをすぐに与えられる？自分がそれは私がこの人生の中で、絶対に必要なんですっていうふうに、その強く思うと
それはその自分の人生にとって必要だから、本来はその出来事っていうか、そのものでもいいし、その状態は、速やかに与えられるっていうエネルギーの話なんだけどね。例えば私だったら、自分が、こういうお家が必要ですみたいなのがすごい強くあって、そのお家は自分が自分らしく入れて、自分がやりたいことがこの場でできて、心地よくて広くて、なんだろう、人を呼ぶのにとてもいいエネルギーの場所みたいな、これが私は必要ですってやっぱり思っているから、そうするとその必要な場所が見つかるし、そこに住むことがスムーズに運ばれるんだけど、それより多くの人は、自分が働いてるお金の範囲内で住める場所はどこかみたいなことになっちゃうんだよね。考える。考えるでしょ？だから発想が必要なものは私はこれなんだっていうと、そこに基づくいろんな、出来事が起こってくるんだけど、今やってる仕事、今のお金の状況を考えると、これぐらいしか払えないから、これぐらいの範囲の中で探したら、まあここが妥当かなみたいなさ。っていうふうにこうなりやすいから、ニードを考えるときに、今の自分の生活を維持していくために必要なものは何かっていう発想ではなくて、自分が本当に自分の人生で必要なものは何なのかっていう、そっちの発想で見れるようになると、そっちにエネルギーが流れていきますっていう話です。なるほど。もう制限これので今考えるのではなくて、自分の人生に必要なものは何なのかっていうのを制限なしで考える。そう。そしたら例えば私だったら、私も絶対旅が必要なんですって。もう旅がない人生なんて考えられませんみたいなね。って考えると、やっぱ旅が、与えられるというか、旅をするチャンスがたくさん訪れたりとかする。でもこれがいつかなんかどっか行けたらいいなみたいなぼんやりしたエネルギーだと、なかなかそこにはたどり着かなかったりとか。なるほどね。なので、そのニードっていう自分にとって必要なものっていうものを何の制限もなく、私は人生において旅が絶対必要なんだってこうちゃんと決めてあげるってことが大事ってことです。わかるかな？なんか質問ありますか？それは自分の中でそのニードは、例えばこういうお家が必要って思ったら与えられるって言っていたんですけど、それはただ思えば与えられるのかな？自分が望んでいる必要な家に住めるような、出会いとか流れとか、チャンスとかが訪れるってこと。なるほど。でも大体は逆で、やっぱ今自分が与えられてる、仕事、経済面から、できる範囲のことを選ぶってことになっちゃうんだよね。現実的に考えてとかやってるけど、その制限なくこれが必要ってこう無邪気に思っておけばチャンスが巡ってきたり。そう、チャンスが巡ってきたり、そういう状況、出来事になるようなエネルギーに変わっていく。なるほど。そうなんです。だから、ニードの力をもっと生かすっていうか。でも意外にここをきちんと考えたことがない人が多くて、
あれ行きたいな、これ欲しいな、あんなとこに住めたらいいなぐらいのエネルギーで止めてしまって、私は絶対人生でこれが必要なんですって言い切るところまであまりやったことがない人が多いかもしれないかなっていうこと。そうですね。これが必要なんですっていうのはなんだか強いエネルギーな感じだね。そう。なるほどなるほど。なので何かを願うときに、もう少しこう強い絶対自分の人生において大切なこと、必要なことをさらに深めていくってことをしてみると、そちらの方にエネルギーが流れていくっていうふうに捉えてみたらいいかなと思います。はい。今日はそんな話でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。I used to think need means the minimum want for my life.But probably we can change the criteria for wants and needs so that you can get better than before. If you say this is very necessary for my life, then you will get more. Thank you for watching. Please click like and subscribe buttons. Bye.